金よりも希少で高価な貴金属、プラチナ。もし、そのプラチナだけが持っていた特別な役割を、どこにでもある鉄が完全に奪い取ってしまったら、産業構造はどう変わるでしょうか。2026年1月、日本の化学メーカーと大学の研究チームが衝撃的な技術を世に送り出しました。世界で初めてシリコーン製品を作るために必須だったプラチナを一切使わず、安価な鉄だけで代用する技術です。コストカットどころの話ではありません。電気自動車や医療機器など、あらゆる産業の根幹を支えるシリコーン市場において、資源を持たない日本が技術力だけで資源の壁を突破した歴史的な瞬間なのです。なぜ、錆びやすいはずの鉄が最強の金属であるプラチナの代用になることはできるのか。その裏には、常識を疑い続けた研究者たちの執念と、驚きの発想の転換がありました。最初に少し補足ですが、半導体に使われる元素のシリコーンと、今回お話しする高分子材料のシリコーンは別物です。シリコーンを原料に人工的に作り出された高機能な素材がシリコーンだと覚えておいてください。さて、一体どのような魔法を使えば、ありふれた鉄がプラチナの代わりになるのでしょうか。その秘密を解き明かすために、まずは少しだけシリコーンが固まる仕組みについてお話しさせてください。皆さんが普段目にするシリコーン、例えばキッチンのゴムパッキンやスマホケースはプニプニとしていますよね。でも、あれは最初から固まっているわけではありません。工場にある時はサラサラのオイルの状態なんです。このサラサラのオイル A と別のサラサラのオイル B を混ぜ合わせ、化学反応でがっちりと手をつながせることで、初めてあのプニプニのゴムに変化します。専門用語では、この反応をヒドロシリル化と呼びます。ここで問題になるのが、オイル A と B は、ただ混ぜただけでは絶対に手をつなごうとしない、ということです。そこで必要になるのは、二人の間を取り持つ仲人の存在。ほら、君たち手をつなぎなさい、と背中を押してあげる役割ですね。この仲人役を完璧にこなせるのは、貴金属の王様であるプラチナしかいない、というのが化学業界の常識でした。他の金属では力が足りなかったり、すぐにへばってしまったりして、シリコーンを固めることはできなかったのです。しかし、プラチナには値段が高いという大きな弱点がありました。安くて、どこにでもある鉄で代用できないか。世界中の科学者がそう考え、長年研究を続けてきました。実は、鉄にも仲人役をする能力自体はあるのです。一方で、鉄には空気中の酸素に触れるとすぐに錆びて能力を失ってしまうという致命的な欠点がありました。実験室の特別なカプセルの中なら使えても、空気が充満している普通の工場では使い物にならなかったのです。ここで登場するのが今回の主役。北里大学と大阪公立大学の研究チームが開発し、東京化成工業が製品化した革命的な技術です。彼らは鉄を守るために特殊な鎧を開発しました。すぐに錆びて倒れてしまう鉄の原子に酸素を通さない強力なバリアとなる分子の鎧を装着させたようなイメージです。この鎧を着た鉄は驚くほどタフでした。空気中にさらしておいても半年以上も性能が落ちません。鉄はすぐにダメになるという欠点をこの特殊な鎧が完全に打ち砕いたのです。これで安価な鉄を主原料とした触媒でシリコーンを固められるようになりました。この技術の本当にすごいところはここからです。実はこの鎧を着た鉄はプラチナの単なる安い代用品ではありません。ある一点においてあのプラチナをはるかにしのぐ性能を持っていました。それは毒に対する強さです。プラチナという金属は非常に繊細で、いわばお姫様のような性格をしています。
原料の中に硫黄や窒素といった成分がほんの少しでも混ざっていると、臭いから嫌です。もう働きませんと、すぐにへそを曲げて固めるのをやめてしまうのです。このお姫様気質のせいで、これまでのシリコーン製品には硫黄や窒素を含む便利な添加剤を入れることができませんでした。ところが、今回開発された鎧を着た鉄は、多少の硫黄や窒素もあっても全く気にしません。これくらいの匂いどうってことないですね。と、涼しい顔をして、黙々とシリコーンを固め続けます。まさに、現場で汗を流す騎士のようです。この特徴により、プラチナでは作れなかった新しい機能を持つシリコーンが作れるようになるでしょう。例えば、光をコントロールする特殊な成分や接着力を高める成分など、これまではプラチナが嫌がるからという理由で諦めていた材料をシリコーンへ混ぜ込めるようになります。つまり、コストが下がるだけでなく、製品の性能そのものがここから飛躍的に進化する可能性があるのです。安くてタフで高機能、まさに火の打ちどころがない技術に見えますよね。なぜ今の今までこんな技術が実用化されなかったのか。そこには科学者たちを何十年も苦しめ続けてきた見えない壁が存在しました。私たちがこれまでどれほど危ういバランスの上でシリコーン製品を作っていたか、皆さんは想像できるでしょうか。世界のシリコーン産業は長い間、プラチナという一本の細い糸にぶら下がっているような状態でした。まず、単純にお金の問題があります。プラチナの価格は常に変動しますが、1g で数千円、時にはそれ以上にもなります。対して、鉄は 1kg 買っても数十円から数百円程度。単位がグラムとキログラムで違うのに、値段は鉄の方が安いのです。これまで私たちは安価な日用品であるシリコーンを作るために、まるで金のハンマーで釘を打つような非常に贅沢でもったいないことをし続けてきたのです。さらに怖いのは供給リスク。プラチナが取れる場所は地球上でごく一部の地域に限られており、主な産出国は南アフリカとロシア。もしこれらの国からの輸出が止まったらどうなるでしょうか。プラチナがなければシリコーンは作れません。シリコーンが作れなければ自動車のエンジンパッキンもスマートフォンの部品も医療用のチューブも作れなくなります。たった一つの金属が不足するだけで世界の製造業がドミノ倒しのようにストップしてしまう。私たちは常にそんな爆弾を抱えながらものづくりをしてきたのです。だったらさっさと安い鉄を使えばよかったじゃないか。そう思われるかもしれません。もちろん世界中の優秀な科学者たちが何十年も前から鉄への置き換えに挑戦してきました。しかしそこにはどうしても越えられない空気の壁が立ちはだかっていたのです。先ほど鉄は酸素に触れると錆びて能力を失うとお話ししましたよね。これまでの研究レベルの鉄触媒は本当にデリケートでした。空気に触れた途端、一瞬でその機能を失ってしまうほど、脆く不安定なものだったのです。そのため、研究室で実験するときは、酸素を完全に抜いて窒素で満たした特殊な箱の中で、分厚いゴム手袋越しに作業をする必要がありました。ドラム缶何本分もの材料をかき混ぜる巨大な化学工場で、そんなことができるでしょうか。工場全体を密閉して酸素をゼロにするなんて現実的ではありませんし、莫大なコストがかかります。性能はいいけれど、普通の空気のある工場では使えない。業界の誰もがそう諦めかけていたのです。このがんじがらめの状況を打破したのは、意外にも私たちにとって最も身近な金属でした。今回開発された技術は、この空気の壁を正面から突破しました。どうせ実用化されるのは5年後とか10年後なんでしょう。
そんな風に思った方もいるかもしれません。科学系のニュースには夢の技術がよく登場しますが、その多くは実用化されずに消えていくからです。この鎧を着た鉄は未来の話ではありません。実は2026年1月からすでに製品として販売が開始されました。実験室のビーカーで偶然起きた奇跡ではなく、安定して生産できる工業製品として完成しているのです。この製品の性能を裏付ける驚くべきデータもあります。触媒の性能を測る指標の一つに、どれだけ少ない量でどれだけたくさんの仕事をこなせるかという数値があります。専門用語ではターンオーバー数と呼びますが、この数値において従来のプラチナ触媒と実用上遜色のない極めて高いスコアを叩き出しました。さらに先ほど触れた空気中での耐久性についても、長期間空気にさらしたままでも性能は劣化しないことが実験データによって証明されています。冷蔵庫に入れる必要すらなく、常温で放置しても大丈夫。化学薬品にしては信じられないほどタフです。開発を主導したのは北里大学と大阪公立大学の研究チーム。製品化を実現したのは世界的な試薬メーカーである東京化成工業。そしてこのプロジェクト全体を資金面や体制面でバックアップしたのは国の機関であるネドです。つまり日本の大学の知恵、企業の技術、国の支援がかっちりとタッグを組んだ産学官の連携によって生まれた成果なのです。世界中の研究者が鉄は無理だと頭を抱える中で、日本のチームが諦めずに鎧を磨き続け、ついに実用化のゴールテープを切りました。この事実は日本の基礎研究から実用化へつないでる社会実装力を世界に見せつける出来事と言えるでしょう。この技術が実際に社会に広まると、私たちの生活や経済にどのようなインパクトを与えるのでしょうか。影響を受ける市場の規模は桁違いです。シリコーン市場は世界で約3兆5000億円という巨大なマーケットです。例えば半導体部材、電気自動車、化粧品、建築資材。私たちの身の回りにある高機能な製品でシリコーンは使われていないものを探す方が難しいほどですね。この巨大市場の製造プロセスにおいてコストを跳ね上げる元凶であり、かつ最大のリスク要因だったプラチナが不要になる。ちゃぶ台返しのような強烈なインパクトを持っています。特にシリコーン樹脂で世界トップクラスのシェアを誇る日本の信越化学工業のような素材メーカーへの影響は大きいでしょう。彼らにとって原材料であるプラチナの価格変動は常に経営を揺るがす頭痛の種でした。価格変動は身近な問題で、実際に2026年1月、ドイツの大手化学メーカーがプラチナ価格の高騰を理由にシリコーン製品の大幅な値上げを発表しました。しかし、この鉄触媒を採用すれば、そのコスト構造が劇的に改善されます。原価は下がれば、利益率は上がりますよね。さらに、ロシアや南アフリカの情勢が悪化して、プラチナが入ってこないという供給リスクからも解放されます。これは、企業の稼ぐ力と守る力の両方を同時に引き上げることになるでしょう。ですが、私が最も注目しているのは、コストダウンではありません。この技術が、今まで世の中に存在しなかった、全く新しい素材を生み出す可能性を秘めている点です。先ほど、プラチナは硫黄や窒素が混ざるとへそを曲げるというお話をしましたね。この硫黄や窒素というのは、材料に接着力や光を操る性質などを与える非常に重要なスパイスなのです。例えば、電気自動車の分野。バッテリーやモーターは熱を持つため、効率よく冷やすための放熱剤が不可欠です。これまでは使える材料に制限がありましたが、鉄触媒を使えば特殊な成分を混ぜ込んで、これまでの倍以上の熱を逃がすシリコーンが作れるかもしれません。あるいは医療の分野。
人体に優しく、かつ特定の臓器にだけピタッとくっつくような高機能な医療用シリコーンが生まれるかもしれません。安くなること以上に高性能になるという点がこの技術の真の価値なのです。世界中のどこにもない高機能シリコーンを作れるようになる。もしそんな未来が実現すれば、日本の製造業全体の国際競争力を押し上げる強力な武器になります。東京化成工業がまいたこの鉄の種は、これから数年をかけて信越化学のような大企業、そしてその先の自動車メーカーや電機メーカーへと広がり、やがて大きな果実を実らせることになるでしょう。最後に今日のポイントを3つに整理しておきましょう。1つ目は脱プラチナの実現。これまでシリコーン製造に必須だった高価なプラチナを安価な鉄で完全に置き換える技術がついに製品化されました。コスト構造の劇的な改善と資源リスクからの解放が同時に達成されます。2つ目は鎧を着た鉄の強さ。独自の配石という鎧を着せることで、鉄の最大の弱点だった錆びやすさを克服しました。空気中でも劣化せず常温で保存できるという実用性は、これまでの化学常識を覆すものです。3つ目はコスト以上の価値。この鉄触媒はプラチナが苦手とする不純物にも強いため、これまで作れなかった高機能なシリコーン素材を生み出す可能性を秘めています。プラチナの代用品ではなく、プラチナを超える上位互換として機能することが期待されています。皆さんはこの技術が日本の製造業を再興させる起爆剤になると思いますか？それともまだ課題があると思いますか？ぜひ皆さんの率直な意見をコメント欄で教えてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。